ちょっとまた370度にしてみました。ちょっと20度ぐらい温度は、ちょっとなんか溶けがあんまり良くなかったので、ちょっと上げてみました。最悪こっちの液晶の方は、まあ使わないんでいいんですけども、まあ正常なパーツなんで、取っておきたいところありますよね。もしじゃあですね、5と7の工程をすっ飛ばしちゃったので、1番やっていきたいと思います。で1番は、抵抗を9つ取るって感じですね。ちょっと1個だけ、やってみたいと思います。370度ぐらいでちょっとサクッと取ろうかなと思います。取るのは、これですね。R44 ってやつやりたいと思います。手がね、震えるよね、こういうのね。ちょっと簡単に取れた。一応こんな感じだね。じゃあちょっとこれを、再度ハンダ付けし直したいと思います。すげえわ。とりあえず電源だけつないだんでちょっと確認してみたいと思います。スイッチオン。はい、よしです。今回はですね、見ての通りゲームギアですね、ゲームギアやっていこうかなと思ってます。こっち上の方は、これも修理済みなんですよ。ソフトも入れてありますね。で、電源を入れて、こうか。こんな感じっすね。音は、どっちだ？まあ、セガのタイトルも出てきて、音聞き方。こんな感じですね。特に問題なく、修理済みでコンデンサー交換したやつですね。OK なやつですね。上の方は、実はまだ修理してないんですけども、これはまたそのうちちょっとやろうかなと思ってますね。これが、セガゲームギア LCD リプレイスメントモッド、リビジョン 3.1、以前から 3.1 だったんですけども、今回はですね、簡単な、ハンタのキットがついてて、これですね、これがついてるんです。以前のバージョンは、これでやんなくちゃいけないんです自分で切って配線確認してやんなくちゃいけなかったんですけども、これはそこのところに置くだけで、きちんとハンダの箇所がですね、最初から丁寧に分かってるみたいな感じですね。どうかな。こんな感じで合わせて、そこのところ合ってるところをハンダ固定するだけで、配線の必要はあるんだけども、配線の必要っていうか、その労力は極端になくなるっていうやつですね。なんでこれをちょっと使ってやってみたいと思います。で、今回のこの液晶は IPS 液晶ですね。以前のやつは TFT 液晶でしたね。で、これなんですけども、こんな感じで一体化なってて大きいんですよ。これ、こうやってやると、サイトの方ですね、購入ページの方になってると、ここの部分をカットしなくちゃいけないって書いてあるんですよ。ここの部分ですね。大幅カットしなくちゃいけないっていうので、こんな感じで、まあ、切り取ってもここ来るだしね、見た目もそんな変わらないんで、こちらの黒い方をちょっと IPS 液晶化したいと思います。で、このアリエクスプレスさんのやつって届くとこれしか入ってないんですよ。これしか。こんな感じでこれしか入ってないんですよね。多分どのキット買っても同じ感じだと思う。取説が一切ないんですよ。で、これすげえ難易度が高いんですよね。まあ、この外枠のここの部分を加工しなくちゃいけないっていうのが、販売ページのところの、上の写真が並んでる中に書いてあるだけなんです。こっちのやつが書いてないんですよね。で、これはその販売ページの方から自分でダウンロードして印刷したやつですね。これを見てやれっつうんですよ。
で、このマニュアルなんですけど、一応2個あるんですよ。サイトの方で紹介されて。これ、基板のバージョンによって、ちょっとついてるコンデンサーの位置とか、抵抗の位置とかが違うんですね。で、今回やるのは、こっちか。1ASIC ってやつですかね、読み方的には。1ASIC ってやつでやります。で、今回やらないやつは 2ASIC ってやつなんですけども、まあ、見てみると、やり方の手順は全く一緒ですね。これ抵抗なんですよ。R34 から、43まで、9個やるって、これも一緒ですね。ここ9個の抵抗を外しますって書いてあるんですけども、次は L2 コイル、これも一緒かな。で、9、6、9、4、93のトランジスタを外せって書いてあるんです。ここが違うんですね。こっちの 2ASIC の方は96、92、93、94で4個外すんですよ。で、こっちは3個だけで OK みたいな。まあ若干は違うんですけども、手順はほぼ一緒なんで、今回の動画参考にしていただければ、2ASIC の方もですね、特に問題なくできるかなと思います。今回は 1ASIC の方でちょっとやってみたいと思います。じゃあですね、まず最初にやるのが、ステップリムーブノットニーディットパーツ &5V チェックっていうのをやります。で、ステップ2の方はこれ今回やらないですね。VGA のコネクタ、あれですね、VGA コネクタをつける場合ですね、もし必要になったらば、みたいな感じで書いてあるので、まあ、それはそれで、あれですよね、まあ、必要な人はやってもいいかなと思うんですけども、自分はちょっと VGA にするのはちょっと興味がないので、これやらないです。ステップ2番やらないですね。で、3番目が、これの組み込みですね。組み込みをやりますみたいな感じなので、とりあえずは、ステップ1からやっていきたいと思います。はい、じゃあですね、ネジ外しましたので、開けてみます。開けるときはガバッと開けずに、ゆっくり開けてくださいね。配線がついてます。これちょっと外しちゃいます。はい、とりあえず、作業していくんですけども、作業効率考えて、液晶パネルの方を先に外したい。これですね、これを外したいと思います。で、あと、ここら辺ですね、ここら辺もちょっと外してから作業した方が多分作業しやすいと思うので、手順的には、これかな5のやつですね。5のやつと7のやつ先にやっちゃいますね。ヒューズ外して、この蛍光管外して、あと液晶外すやつですね。それちょっと、5と7一緒にやっちゃいます。これなんかシールというかテープらしいので、これをまず剥がして、シールとあと、ハンダで固定されてるんですよね。まあ、シールで強度を高めてるんだと思うんですけど、ちょっとこれね。こちらが、とりあえず今外したんですけど、まあ、単なるシールなんでね、簡単に外れます。で、これを外すとこんな感じで、ここなんですけど、ここはハンダを当てて、ゆっくり剥がしていくみたいですね。直付けなんですよね。なんで、ちょっとハンダをゆっくり当てて、じゃあちょっと当てていきたいと思います。直接ついてるやつとかって初めてなんで、ちょっとどうやっていいのかな。ちょっとまた370度にしてみました。ちょっと20度ぐらい温度、ちょっとなんか溶けがあんまり良くなかったんで、ちょっと上げてみました。あ、OK。うまくいきましたね。これの、ここを外したいんだよね。で、ここの部分にハンダが止まってますね。あと、ここですね。2箇所なんで、これちょっとハンダ吸い取り機で吸い取っちゃってから、ちょっとやってみたいと思います。これだね。あ、いきましたね。あとこっちも同じような感じで。OK。これで蛍光管が外れた。で、あとこのヒューズを外すみたいですね。F1、FU1 ですね。FU1、あとこっち FU2 ってやつですね。これちょっと外します。同じような感じで。
感じですね。じゃあもう一個こっちの FU、こっちが FU1 か。今 FU2 外したので FU1 も外します。で、あとですね、ここら辺のところとかちょっと丁寧に、綺麗にハンダ吸い取り線とかでしておきたいですよね。じゃあですね、5と7の工程をすっ飛ばしちゃったので、1番やっていきたいと思います。で、1番は、抵抗を9つ取るって感じですね。ちょっと1個だけ、やってみたいと思います。370度ぐらいでちょっとサクッと取ろうかなと思います。取るのは、これですね。R44 ってやつ取ってみたいと思います。手がね、震えるよね、こういうのね。おっと、簡単に取れた。一応こんな感じだね。はい、じゃあ一応ですね、全部ですね、この図に書いてあるんで、そのものですね、33から、43個まで、9個全部取り除き、次ですね、リムーブ L2 コイルですね。L2 コイルはこれですね、今、見えてるの、これ黄色いやつですね。この黄色のやつなんですけども、ものによっては灰色だったりするみたいですね。自分のやつは、他には何個か開けてみたけど、灰色のやつ発見しましたので、まあ、L2 のやつですね。これちょっと外していくと、まあ、あれですね、普通のラジアル式の、足付きのコンデンサーと一緒な感じだと思うんですよね。ハンダ吸い取り機とか、あと、スッポンのやつですか、そういうのを使ってちょっと外すような感じですね。トロトロになってれば、ハンダが基板を伸ばすことがない。はい、こんな感じで取れました。こんな感じですね。次は、あれですね。9693、9493、969493のトランジスタを、取り除きますね。こんな感じですね。3本足で上に、あれですね、テトリスみたいな感じの形ですよね。で、これ取るんですけども、まあちょっとあれですね、これが93かな、これが93ですね。ちょっと見えないか。93ですね。これが93ですね。矢印になって、ちゃんと案内されてますね。これなんですけども、ちょっとあれですね、ちょっと大変に、4箇所ハンダが止まってるので、ちょっと温めてですね、ハンダをちょっと追加して、あ、溶けちゃった。簡単に取れちゃいましたね。まあ、こっち側にもちょっとやってあげれば、こんな感じで取れたで、あとちょっと掃除してあげるような感じですね。次は、ラストなんですけども、C60、C70 のコンデンサーですね。キャパシタの交換です。C6、これが C70 ですね。ちょっと見慣れない感じのコンデンサーですね。これが C69 ですね。これをちょっと取っていきたいと思います。これかな。じゃあまあ、いつも通り、こんな感じで、新しいハンダはちょっとモリモリして、取りたいと思います。見てですね。おっと、なんかスポット抜けちゃったぞ。あ、そう、こんな感じで抜けちゃうことあるんだよね。こんな感じです。もうトロトロになって、なってると簡単に抜けちゃいますんで、しっかり温めて古いハンダと新しいハンダ混ぜてあげるのがコツですよね。じゃあ同じ感じでちょっと全部、もう一個ですね、外していきたいと思います。最後に、ボルトのチェックをしろってことなんで、ちょっとしてみたいと思います。まあ、簡易的にちょっと配線つないで、電源さして、オンしてみたら、はい、OK ですね。とりあえず通電はしてますね。で、プラスとマイナスで 5.45 以上になってなければ OK。ちょっと待ってください。こっちがマイナスだよね。4.3、4.8、3.5？ まあ 4. 点いくつだから、まあ大丈夫でしょう。じゃあとりあえず、ボルトチェックも OK です。ですね、これを、なんかこんな感じで、
こちら側から、こことここをはんだして固定してから、これをかぶせろみたいな感じみたいなんですよ。ただなんかこっちを先にかぶせて固定してからここの穴やった方がいいんじゃないかなと思う。これとこれこんな感じでかぶさるんですよね。でこの位置決めがきちんと決まってないです。これ多分これがこんな感じでたわんじゃうと思うんですよね。なんで先にここら辺のやつがちょっとピチンと穴に収まるんで、これを固定してからこれをここのところにハンダですね、これをハンダやってこの本体の方を固定した方が歪みが少ないんじゃないかと思いますんで、ちょっとそんな感じでちょっとやってみたいと思います。こういうなんか DIY 的なところがあるからあれですよね。これ出っ張りの部分ちょっとこんな感じでちょっと丁寧に削り落としたいと思います。だいぶあれですね、当たりもなくなりましたね。じゃあここのところはちょっと戻して、あとここをはんだしたいと思います。じゃあちょっとはんだしていきたいと思います。はい、ですね、今ちょっといろいろと四苦八苦しててですね、これをこっち側に基板に、固定してから、こういう感じですね、こうか、違う、逆。こうやって、この頃にハンダレ、固定2箇所ですね、ハンダレ固定してからやろうかなと思ったんですけども、どうも、ここのところを先に固定してからやった方がちょっと楽なんじゃないかと思って、ちょっと今外しました。じゃあちょっとこれを、再度ハンダ付けし直したいと思います。どうもここ浮いちゃうとね、ちょっとハンダが確実にいかないような感じがするので、こうやってやった方がいいんじゃないかなと。ちょっと裏返して確認してみます。そうですね、ちゃんと上まで来てるので、ここですね、ハンダしたところ、箇所のところ全部ハンダが来てるので、ハンダが確実にできてるかなと思います。じゃあ仮止めしたら、ここのところですね、ちょっと止めていきたいと思います。これはもう先ほどハンダして外してるので、簡単に作ります。OK ですね。あとは裏返して、ここのところですね。2箇所、こことここ止めていきたいと思います。先ほど止めちゃったんでねちょっと忘れてたんですけど、ここをやんなくちゃいけなかったですね。ここのところですね。ちょっと浮かないようにテープかなんかでちょっと補強しましょうか。2箇所ぐらいちょっと補強してあげて、ちょっとカプトンテープで補強します。浮いてるとね、強度がちょっと下がっちゃうんで。あれですね、ちょっとちゃんとひっついてるかどうか後で確認しなくちゃいけないね、テスターで。
ふう。じゃあこんな感じで全部やっていきたいと思います。はい。一応こんな感じですね。ちょっと段差があって、ちょっとハンダが乗りづらかったところは、こういったコンデンサーの足の部分、いつもやってる方は多分テーブルの上に転がってると思うので、それをちょっと乗っけてあげて、ちょっと橋渡しにやってあげれば、うまくいかないところはですね、いくかなと思います。手順的にはさっきと一緒ですね。これを乗っけて、そこのハンダするだけなんで、で、左右ともちょっと確認して、テスターを確認すれば OK みたいな感じですね。であと、細かな配線がちょっとあるので、ちょっとやっていきたいと思います。ですね、この R23 の、下の部分からですね、この T10 っていうパッドのところに、橋渡しでちょっとワイヤーやりますんで、細かいんでハンダペースト使いましょうか。使わねえ。あう。じゃあちょっとだけちょっとつけて。じゃあちょっと炙っていきたいと思います。まあある程度場所が合ってれば、ハンダペースト温めると、ハンダがあるところに寄ってくんで、こんな感じですね。乗るべきところにちゃんと行ってくれるので、こんな感じですね。ちょっと忘れたので、ちょっと軽く掃除して。いったかな？ OK、OK。で、こっちも。OK ですね。これで OK です。で、カプトンテープで留めて、固定したいと思います。次はですね、この CLK ってやつですね。この CLK ってやつと、この FB1 っていうパッドが2つあるんですけども、両方ともこれ同通してるみたいなので、どっちでもいいと思います。これとここを、CLK ですね。CLK のパッドとこちらを、先ほどと同じ感じでですね、ハンダペーストですね。これで、寄せてあげて、そこにちょっと配線したいと思います。はい、ラストですね。ここの、これはまあ、やる必要ないじゃないかもしれないですけど、ブライトネスのコントロールのやつですね。ここの裏にあるやつなんですけど、ここの P1、P2 ってやつを、これが根元つながってるんですよ、ここで、2番目、3番目、4本あるうちの、こうか。1、2、3、4あるうちの、2番目と3番目を、こっちを P1、P2 につなぐみたいな感じですね。こっちの P1、P1 と P2 をつなぐみたいな感じですね。じゃあ同じような感じでですね、ちょっとまたさっきと同じような感じでやってみたいと思います。これやね、盛りすぎたか。まあ、ここは近くにいないからね。あんまり、当たるようなところが。いや、ちょっと多すぎた。まあいいや、これでやってみよう。これっすね。で、あと余分なやつをちょっと拭き取って、こっちの方もちょっと、あれですかね、ハンダモリモリしておきましょうか。2番目と3番目。上からですね、上から2番目、3番目で、OK かな。
はい、後半のインストールの部分ですけども、手順ちょっと再度、確認したいと思います。これをまずはめるんですけども、はめる前に、ここのハンダをやってからですね、ハンダをやって、位置固定してから、ここを止めて、最後、位置固定みたいな感じですね。固定した後に、あと細かな、あとあれだな、ここをやるんですけども、ハンダの足ですね、ハンダの足じゃない、コンデンサーの足とかちょっと活用しながら、テスタで確認して全部、ひっつけてあげます。で、あとここですね、R の23、抵抗の23の、下の部分と、パッドの T10 っていうところですね、そこをちょっとつないであげます。で、あとここの CLK っていうところですね、モッド基板の、CLK と、あとここの FB1 っていうところですね。まあ上下同通してるのでどちらでも構わないですけど、自分は上の方につけました。で、あと最後がこれですね、パッドのこのブライトネスコントロールのここ4本足付けされているので2番目、3番目ですね。P1 が上側、2番目ですね。P2 の方が上から3番目。で、接続すれば、全て完了です。とりあえず電源だけつないだんでちょっと確認してみたいと思います。スイッチオン。おう、来ためちゃめちゃ綺麗だな。なんだこれ、すげえ。とりあえず音声の方はちょっとつないでないんであれなんですけど、むちゃくちゃ綺麗じゃないですかこれ。うおー、やったぜ。ちょっとボタンとかも効かないんでまだつけてないんであれなんですけども、すげえなちょっと待ってよやったー。あとあれだね、ちょっと外側をちょっと加工しなくちゃいけないんで、ちょっと加工したいと思います。ちょっと面倒だなそれがそれはね、もう組み込めば、おしまいなんで、じゃあちょっと一踏ん張り、あとはですね、外側の加工をしたいと思います。あともう一踏ん張り。これガラス外れないのかな。外れるね。裏から押してあげれば外れますね。おし結構硬いこっち側が硬いね。こっち側がいった。まあ両面で止まってる感じですね。まああとここちょっと綺麗にしてあげて、まあ綺麗にするのは後でいいかな。これがこうなんだけども、ここの縁がね当たっちゃうんですよね。なんでちょっと削ってあげないといけないんですよ。どのぐらい、結構この際まで削んないといけないね。上がどうなんだ。上も結構ギリギリまでかな。そうだよね、これ上結構かなりギリギリまでだもんね。このガラスの縁のところのギリギリまでだから、ここは本当に上はがっちり削ってあげないとダメかもね。下はそうでもないか。下はそうでもない。いつものダイソーのやつでこういった版があったので、オプションで買ってきてはめてやってみたんですけども、全然削れないですね。なんかもう時間かけても全然削れなかったんで、ドリル持ってきました。ドリルの先っちょにこれつけちゃいました。ダイソーで買ったそのルーターのやつですね。これでちょっとガンガン削っていきたいと思います。すげえ削れるわ。動かないかが心配。オッケーオッケー。じゃあまあちょっとこんな感じでちょっとガンガン削っていきたいと思います。とりあえずはまったんで、あと逆の手順で組み上げて、完成させたいと思います。はい、じゃあとりあえず組み上げましたので、カセット、シャイニングホースガイデン2ですね。ちょっとこれで試してみたいと思います。電源は AC 電源使います。じゃあスイッチボン。あれいったオフ。まあつくのは当たり前ですよね。まあ、ちょっと綺麗さ加減をちょっと見てみましょうか。
音声。あれ、あ、大丈夫だね、大丈夫だね。見てよ、これ。むっちゃくちゃ綺麗なんだけど。やばくないこれ。で、隣のところで、輝度調整もできるんですよね、これ。これが最大マックスで明るいのかな。そこまで変わらないですけど、これが一応マックスの暗い感じですね。これがマックスの明るい。まあ気持ちいいですけども、まあこういうの嬉しいですよね。まあゲームボーイアドバンスとかあそこら辺はなんかもうちょこちょこっと触っただけで輝度がカン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 変わるんですけど、これダイヤル式なんで、固定した輝度は変わらないんで、ちょっといいですよね。いやー、ちょっと待って、そうだな。あれ、IPS じゃないやつもちょっと並べてみましょうか。ちょっと待ってください。はい、一応ちょっと並べてみました。発色の具合が、あれですかね。レンズ通してでも分かりますよね。もう全然違うのが。これが IPS ですね。まあ言わなくても分かりますよね。こっちが、普通の液晶ですね。普通のカラー液晶、オリジナルの状態ですね。長時間ちょっとやれる気がしないですよ。こっちだったらもうパッキパキに見えるんで、いいですけども、これですかね、ちょっとやっぱ疲れますよね、目が。一応そんな感じですね。で、多分なんですけど、ちょっと記載がされてないんでわかんないんですけども、自分の買ったキットのやつは、これですね、画面がついてるやつですね。で、こっちのやつは多分 IPS じゃないんじゃないかなと思うんですよね。TFT、前のやつが TFT 液晶だったんですよね。で、多分なんかそれと同じキットなんじゃないかなと思うんですよね。自分、前のやつ何にもやってないのがあるんですけども、見た感じ、一緒だよね、これね。これ TFT なんですよね。なんで、まあ、買うときにはちょっと選ぶのを、慎重に選んでいただければなと思うんですけども、ただこっちの方が加工がない分、すごい楽だと思うんですよね。これ加工したんですけど、相当大変ですよ。ドリル使って、ガーってやるんですけども、チュンチュンみたいな感じで弾いちゃうんですよね。外装を傷つけちゃう可能性結構ありますし、あのやり方ですと。まあちょっと加工するときにはちょっと工夫しなくちゃいけないっていうのがあるんですけども、で、こっちの方はそのうちやります、そのうち。で、1台、すごい綺麗な赤のやつがあるんで、これ1650円の方で、近々ちょっとこれ、なんですか、修理したいと思います。動かないんですよ、これ。なんで、ちょっと、通電しても何も出ないのかな、画面も。なんで、通電不可のやつなんですけど、ちょっとそれ修理したいかなと思います。まあ、ちょっとそちらの方は、動画になりそうだったらちょっとやってみたいと。まあ、今日はこんな感じで、IPS 液晶のやつやってですね、ちょっとオリジナルのやつちょっと見比べてみました。そうですね。こちらのチャンネルですね。最近なんか実況ばっかやっちゃってて、実況っていうかドラクエ配信ばっかりやっちゃってて、実況者だと思われてる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、最近は。実況者じゃなくて、ジャンカーです。修理メインにやっておりますんで、よろしくお願いいたします。こんな感じの、これは昔修理したやつですね。もともと動かなかったやつを、コンデンサー交換して修理して動くようになったやつを、さらに改造したみたいな感じですね、今回やったのは。で、まあ、近いうち、こちらの方の、赤色のゲームギアの方もですね、きちんと動くようにちょっとしたいかなと思います。一応こんな感じですね、ハードオフですとか、メルカリとかで買った、ジャンク品ですね、ジャンク品メインに買ってくるので、それの分解修理とかを、メンテナンスあたりをやってます。まあ、壊れてたら修理ですね。できれば、まあ、修理メインにしたいんですけども、まあ、その折々にちょっといろいろこういった改造とかもやって
いたりします。こんな感じのチャンネルなんですけどもね、チャンネル登録、グッドボタンしていただきますとですね、非常に励みになりますんで、ぜひよろしくお願いいたします。おまけでやってるんですけども、夜に、10時45分ぐらいから、ドラクエの配信ですね、今やってますんで、もしよろしかったらですね、お布団に入り、もしくはベッドに入ったタイミングでちょっと寝落ちしながらちょっと見ていただく寝落ち配信となっておりますんで、ぜひよろしくお願いいたします。また頑張って動画作りますんで、ぜひ見に来てください。ではまた。